はい、こんにちは。誰でもできるモノマネ、瀕死の時の悟空。小豆島漁師、濱家です。皆さん、松鯛ってご存知ですか？小豆島で取れるはずのない松鯛が取れて、で、松岡さんがね、それをもらってきたそうなんで、それを早速、松岡さんのところに取りに行きましょう。で、松岡さんと一緒に調理しようかと思ったんですけど、まあちょっとご時世的に今回はやめておいて、もらうだけ行きたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー！はい、じゃあやってきました。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。持ってないんですよ。松鯛やと思う。あ、これ結構大きい。これ松鯛。結構大きさこれぐらいです。いや、本当に珍しいから、まあぜひとも。ありがとうございます。いえいえ。小豆島で初の松笠鯛、これをね早速やっていきたいと思います。じゃあ当然いただいたら、お礼をしないといけません。松岡さんどうぞ。おっと、すみません。いえいえ。ありがとうございます。というわけでご時世なんで帰りたいと思います。はい。じゃあお久しぶりです。さよなら。はい、ただいまんティス。はい、というわけで本日のお魚がこちら松鯛でございます。はい、でこちらの松鯛、本当にね小豆島で取れるなんて聞いたこともなくて、今回初めて見ました。地球温暖化の影響があるのかもしれません。で今日はこの子をお刺身と松笠鯛、松カツ鯛、松カツ丼、この2種類で作っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ早速観察していきます。若干白っぽいんですが、地目で見るとちょっと黄みがかってます。で松鯛の名前の由来はなんか鱗がね松ぼっくりっぽいかららしいです。まあどこがってちょっと感じですけど、まあ言われてみればわからなくもない。でお顔はね、僕見た時なんかヒラメに似てるなと思って、本当にこれヒラメにそっくりですね。なんかヒラメが分厚くなった感じで、牙はね小さいんですけど、こういう牙が生えてます。でヒレのとこ、こんな感じですね。めちゃくちゃ鋭いヒレが立ってます。で後ろこうなんか柔らかい感じで、ここらもなんか丸っこいですね。ここも丸っこいで、下にはぶっとい剣があって、まあこんな感じで、こんな感じです。こんな感じ。おっと、じゃあ先にすき引きしていきます。それじゃあ早速すき引きをやっていきましょう。これ鱗が硬いから多分すき引きの方がいい。お、硬っ。すき引きの時点ですげえ硬い。まあでも皮は厚そうなんでなんとかいけそうですね。はい、鱗が取れました。もうめちゃくちゃ硬い。はい、というわけで半面めちゃくちゃうまくできました。まあ僕が上達したというよりはこの子の皮がめっちゃ厚くて、それで簡単にできました。まあ僕がうまいってのもありますけどね。はい、じゃあ半面はちょっと鱗取りで取ってみましょうか。取れたらいいけど。はい、じゃあシンクへ移してやっていきます。はい、じゃあやっていきます。お、全然取れるな。こっちでよかったね。あら、めっちゃ跳ねる。正味ね、鱗取りで取るんだったらすき引きしない方が楽です。早いし。ただすき引きはやっぱりね気持ちがいい、それだけです。あと鱗がね絶対入らないっていうのもありますね。はい、じゃあ綺麗に鱗が落とせました。こっちがこれで、こっちがすき引き。そしたらまな板へ移動。はい、じゃあ次エラを取っていきます。ここ切って、うわ硬いなこの子で、返して、こっちもエラ膜ですね。たらこう返して、で先にこの硬そうなねカマを割っていきます。こっちから入れて、よいしょ。でお腹のとこスーッと。さあそれじゃあ中を見ていきましょう。オープン。お、全然油入ってない。あと磯臭油もちょっとありますね。まずこちら内臓脂肪ですね。でこちらが大きい肝臓です。であとはまあ ETC で、こちら空気袋ですね。魚はこれで浮力を調整します。シューってこんな感じで、最後にエラ取ります。この子エラ痛いわ。で下外れたらここをですね、横に切っていきます。そうすると、割と簡単に取れる。 OK。 で次も頭とカマをね一緒に落としていきます。包丁入れて、で返して、でこっちも包丁入れていきます。よいしょ。問題はここやね。まず折れるかどうかやってみます。身を傷めないよう引っ張るように。
全然無理。諦めて軟骨いきます。この白っぽいとこですね、ここ軟骨なんで、ここ切ってあげると割と簡単に落ちます。はい、これで頭が取れました。 OK。 はい、じゃあもう結構綺麗ですが、こちらのお腹を洗って3枚におろしていきたいと思います。で、身はねそんな濃いてはないんだけど結構いいですね。美味しそうな見た目をしている。はい、それじゃあおろしていきましょう。松岡さん方式でこっちから入れて、でガーッと包丁を入れていきます。お、うまい。で、中まで入れていったら返してこう切れ込みを入れましょう。ちょっと逆さ包丁入れてあげて、包丁中入れていきます。いい感じですね。で、中通してあげて、ちょっと多分無理やからこれを持って、硬いぞ、いけいけ、よっしゃー。で、こっち、はい、 OK。 こんな感じです。はい、じゃあ反対やっていきます。はい、じゃあ下側包丁、丁寧に焦らず入れていきます。はい、下側いったら次上側、先に切れ込みを入れて、でこちら包丁を入れていきます。で、中までいったら同じように、ね、差し込んで、ここの剣刺さると多分死ぬんで刺さらないように落としていきます。よし、よいしょ。で、こんな感じ。はい、じゃあ3枚におろせやした。はい、じゃあ次あばら骨取っていきます。いけるかな。腹がむずそうだなこれ。なんとかいけた。よし、めっちゃ薄くなったけどいけました。もうここで落としちゃおう。で、ほんまの端の端だけこんな感じ、なんかクエの腹みたいな感じでめっちゃいい脂乗ってる。ここ多分うまいと思う。で、もう一個もやって OK です。で、血合い骨も取ってピロピロピロ。はい、はい。で、この状態になって、どうしようかな。とりあえず一つ湯引きします。多分身があっさりしたんで湯引きがうまいと思う。はい、じゃあタッパーに入れて、でちょっとキッチンペーパーでもかけてあげて、ほんで湯を入れていきます。じゃあ、ごめん、大丈夫カメラマンさんにねがっつりかかった。皮が硬そうなんでちょっとよけめにかけます。でちょっとかけたら、これをね移動させていきます。あー、よし、これで、冷水で氷水で冷まします。はい。で、皮がねめちゃくちゃブヨンブヨンだったんで薄めに切っていきます。こんな感じ。ほんま皮ブヨンブヨンだこれ。はい、 OK。 はい、じゃあ次普通の刺身、皮引いていきます。はい、じゃあシャコシャコっと包丁入れて手持つ。で皮を引いていきます。ギャッギャッギャッと。皮硬いねこの子。よいしょ。はい、 OK。 こんな感じ。残ってるわ。圧倒的リカバリー。よいしょ。ちょっともう綺麗にします。この取ったとこは、汁の中に入れましょう。身の見た感じはなんかタイみたいですね。まあ松鯛だからタイか。はい。でも普通にね、平作りかな。刺身を切っていきます。 OK。 はい、じゃあ飾っていきます。で、これ大トロの腹骨ですね。はい、というわけで松鯛の2種刺身盛り完成。マジか。いや、今からカツ丼しようと思ったんですけど油また忘れた。最近頭がしんどんか知らんけど買い物忘れがすごくて。買いに行きますか。買いに行くか。行きましょう。というわけで買いに行ってきます。はい、じゃあ油を買いに行きます。で、油忘れてたんですけど米炊くも忘れとったから時間的にはちょうどいいですねそうですね。じゃあ行きましょう。お願いします。はい。はい、じゃあ油もう6本これ買いました。帰りましょう。はい、じゃあ急いで取り掛かりましょう。はい、じゃあ時間もロスしてしまったんでなるはやでいきます。で、一口大に切っていきます。はい、じゃあ一口サイズに切れました。で、今回、こういう便利なものを見つけたんでこれを使っていきます。果たしてほんまにつくのかまぶしていきたいと思います。これだったらね洗い物がなくて大丈夫。果たしてつくのか。結構つきますね。頑張っていっぱいつけます。
はい、でいい感じにパン粉がつきました。はい、じゃあ揚げていきます。こうパン粉が落ちるようにそろりと、そろり。もう半端なんで全部入れます。いい色になったやつ揚げていきます。はい、これでラスト。はい、めちゃくちゃうまそうに揚がりました。じゃあ次ソース作っていきます。とんかつソースでウスターソース。本当はねケチャップとか入れたかったんですけど、ケチャップがないんですよ。で砂糖も加えます。でちょっとカッコつけてワインで、こちら沸き立ったところに先ほどのカツを入れていきます。この時点でうまそうで、なじませます。はい、 OK。 ソースカツ丼のカツの部分完成。はい、それじゃあいよいよあとは米ついでのせるだけでございます。やっていきましょう。米が現在11分前、もう炊けてます。この最後の10分は蒸らしです。米をね、山盛りついでいきましょう。これぐらいに。はい、じゃあキャベツにまずキャベツにじゃねえよ、米にキャベツをひいていきます。あんまりひいてねキャベツしてもいかんので、これぐらいで。そこにソースたっぷりのカツ、松代のカツをのせていきます。もうめちゃくちゃうまそう。うわ、なんという贅沢で、さらに追いソース。はい、で最後にいりごまをかけて、はい、こちら松代のソースカツ丼の完成。はい、で松代の汁もついで、はい、松代汁も完成。はい、それじゃあ小通り。はい、それでは浜湯特製松代の昼定食完成。松代のソースカツ丼に松代刺身の2種盛り、それから松代汁です。それじゃあ宴よう、始めようか。小豆島の漁師 YouTuber 浜湯のサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包。さっと切り分け器に盛ったら、やードーン。大量の薬味をのせ盛りにして、ポン酢をぶっかけたらサワラの盛りの完成。一口食べれば思わず焦点。ギフトにもいかがでしょうか。はい、それではいただきます。ダイエット中なんで、こちら水。さあ、おそらく小豆島初の松代、どんな味か。じゃあまずは松代の霜降りっていうか湯引きいただきます。さあ、どんな味か。皮が硬いな。皮がね分厚くて、ほんとコブダイの皮かっていうぐらいブヨンブヨンで、これちょっとね霜降りにするには皮が硬いなって感じです。で、身はすごく柔らかくて、味自体はまあ淡白なんですけど普通に美味しいかなって感じで、次はお刺身。刺身の方がいいね。あっさりとしていて全然癖もなくて、これで脂が乗ってたら最高だろうなって、こんな感じで、脂が乗ってる大トロの部分ですね。逆にこっちは美味しくないな。なんでだろう、若干癖がある。さあ、そして本命ソースカツ丼、うまそう。これいざ。すごい。めちゃくちゃうめえ。もうね、この淡白な身に濃いめのソース、それからご飯でちょっとキャベツがあるから、ちょっとね食感も面白くなって、全部が交わってめちゃくちゃ美味しいですよ。これ最高だね。米がなんぼでも春がく。そして松代汁です。お汁ですね。優しい味が出ちょる。優しい味は出とるんですけど、なんだろう、出る目のタイプのやつか言われたらそうでもなくて、まあちょっと出とるかなぐらい。前した胡椒代の方がようけそのあれは出てましたね。ただ優しい味わいでとっても美味しいです。身は長時間してたからちょっとパサついてる。
はい、でこのままでもこれ美味しいんですけど、こちらマヨネーズで禁断の味でいただく。うわ、禁断のうまさになった。これはダイエットははかどりますよ。いや、刺身とかもほんと癖がないからね、スルスルいける。それにしてもこのカツ丼がほんまうまい。直近で一番うまいからね、ほんとうまい。いや、ほんとね、めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱ薄味の魚には濃い味が抜群ですね。ごちそうさまで、あとはゆるりとごちそうさまでした。はい、それでは本日も視聴してくれた皆さん、松岡さん、そして撮ってくれた漁師さん、ありがとうございました。いや、初めての松鯛だったけど、癖はないけど、ちょっとね、身は淡白、これもまた個体差があるかもしれんから、一概には言えないんですけど、今回作ったソースカツ丼、皆さんもね、ぜひ、サーモンとかでしてもね、絶対うまいと思います。いつかね、やってみてください。では、また、See you next time! バイバイ。